でこれセントラルマーケットね。じゃこの後ちょっと北上してみようと思います。5日目の続き、この日はセントラルマーケットから散歩を再開します。特にルートなどは決めていなかったのですが、まずは北上してから川沿いに出て、それから南下し王宮の方面に向かうことにしました。やはりどこに行っても緑が多いですね。何かなと思ったらあれカンボジアの駅だったんですね。エリアがちょっと変わると全然違う国に来たみたいですね。で、ここがラッフルズホテル。で、ラッフルズホテルのところを抜けて、ワットプノンお寺かなやってきました。ワットはクメール語でお寺、プノンは丘という意味で、その名の通り小高い丘の上にある寺院になります。でワットプノンの中に入ってきました。外国の人は1ドルを払って中に入れましたね。現地の人たちは無料みたい。ここがね、非常にゆったりとした雰囲気の場所で、観光客もそんなにたくさんいなかったので、ゆっくり見て回ることができました。これ見つけた時は本当にびっくりしたのですが、これね、オオサイチョウという羽を広げると1メートル30センチくらいになるすごく大きな鳥ですね。結構珍しい鳥なんですよね。伝説によると、このワットプノンというお寺は昔ペン夫人という女性の方が川から流れてきた4体の仏像を安置する場所として建立されたみたいです。これはね、多分小さいサイズのペン夫人。またオオサイチョウがいましたね。何か狙っているみたい。かわいい。ここが本堂ですね。本堂の中にも入ってみることにしました。本堂の中はとても神聖な空気感でしたね。壁一面に描かれた壁画がとても美しかったです。本堂の隣ではペン夫人が祀られていました。本堂がある丘を降りた広場にオオサイチョウがたくさんいましたね。多分8羽くらいいたんじゃないかな。もっといたかもしれない。
なんかね、こんな感じで餌をあげてるみたいですね。この人は日向ぼっこをしているみたい。目が合いました。こっちはファンサービスがいいオオサイチョウ。僕は結構近くにいたのですが、じっとしてカメラのファインダーを覗いていただけだったので、あまり警戒されなかったみたい。で、今歩いてきたのはオオサイチョウのメスかなと思ったのですが、調べてみたら違っていて、これはね、シワコブサイチョウという別の種類のサイチョウですね。ちょっと一回り小さいみたい。これも結構かわいいな。種類は違うのですが、サイチョウ同士なので仲良くやっているみたいでした。僕は結構長い時間座りながらサイチョウを観察して写真を撮ったり動画を撮ったりしていたので、ここにいたサイチョウたちとも仲良くなれた気がしています。これはね、おじさん。しばらくワットプノンに滞在した後はリバーサイドの方に戻ることにしました。で、これが昨日来たナイトマーケットのあたりですね。こっちの川沿いが気持ちよさそうだから、川沿い散歩しようかな。歩いていたらたまたま良さげなお店を見つけたので、ここでご飯を食べることにしました。ハリーズというお店です。ソーセージとチリビーンズと卵とマッシュルームとパン、最高でしたね。食べ終わってお散歩再開。川沿いにはすぐに出ずに中通りをぐるっと回ってから川に出ることにしました。ものすごい量の荷物を載せていますね。回答先生的啦。
服を売っているのか、それとも洗濯なのかよくわからなかったのですが、何か可愛い見た目でした。電線の数がとんでもないことになっていますね。この丸くなって垂れ下がっているものは昔使っていた電話線がそのままになっているみたいです。上の方もすごいな。街中をぐるっと一周して川沿いに出ました。ここからは遊歩道沿いを歩いていこうと思います。この辺りのエリアはとても綺麗に整備されていましたね。夕暮れの風がとても心地よかったです。リバーサイドエリアから王宮に到着。王宮の前は広場になっていて、現地の人たちが思い思いの時間を過ごしていました。リバーサイドの方から王宮まで歩いて、で王宮から中通りに入って、でホテルの方に帰ります。結構ね歩いたかな。なんかリバーサイドのエリアも王宮のエリアも警察とかセキュリティの人がたくさんいて、治安の面では全然問題なさそう。屋台のご飯が気になったのですが、翌日バスの長距離移動があったので挑戦するのはやめておきました。で王宮を過ぎて川とは逆の方向に歩いているんだけど、結構この辺はカンボジア国外の人が多いようなエリアなのかな。なんか英語表記の看板が目立ったりしていますね。カフェがあったりギャラリーがあったり。この辺りのエリアはとても過ごしやすいですね。なんか歩道も広いし、区画整理がしっかりされている感じがする。で結構ね
警察が交差点に必ずいたりとかして、でもここは外国人居住区なのかな、そんな感じの場所だと思います。ここは政府の機関みたいです。あ、そういうことか。政府の機関がいっぱいあるような場所だからセキュリティがしっかりしてるんだ。結構な距離を散歩してホテルの部屋に戻ってきました。ちょっとまったりした時間を過ごそうと思います。疲れたのでコーラを飲もうと思って蓋を開けたら中身が噴き出てコーラは終了しました。これはこぼれたコーラを見ながらどうやって掃除をしようと思って絶望しているところ。さらにこぼれました。